知らんけど早く食べればよかったです。完食できました。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品アレンジやルーティンを交えてご紹介させていただきます。今週は2回に分けました。その後編です。チャンネル登録もお願いします。サンミッシェルのブラウニー1458円です。チョコ味とホワイトチョコ味の2種類が13個ずつ入っています。1個あたりは56円。先週は新商品のガレットチョコをご紹介したんですけど、またサンミッシェルの新商品です。2種類のブラウニーがそれぞれ袋に分けて入ってます。原産国はフランス。賞味期限は11月26日です。チョコブラウニーはぐしゃっと入っていたせいか崩れていました。他も開封してみましたが、ホワイトチョコ味よりもチョコ味の方がホロホロと崩れやすいです。ホワイトチョコ味の方が油分が多く感じましたが、カロリーなど栄養成分はチョコもホワイトも大差なく、1個あたりは144キロカロリーです。どちらもしっとり柔らかくて美味しいんですけれども甘めです。沖縄石垣島のスナックパイン498円です。昨年よりかなり小さいんですけれども40円お安くなっています。追熟はしません。袋から出して洗ってからお尻の部分を切り落とします。あとはちぎって食べるだけです。見た目は亀の手ですけれども、しつこいの私もものすごくジューシーで甘いです。とても柔らかいので芯も食べられます。さすがに芯はコリッとして甘みは少ないですけれども、がん予防にもなるんだそうですよ。知らんけど。こんな感じでプレートにも気軽に出せます。アーティザンブレッド2種類セレクトで1198円です。メルマガ掲載品ですね。週末3日間限定です。3種類の中から2つチョイスします。私は3種のナッツブレッドとダブルベリーブレッドを選びました。もう一つはフルーツ&ナッツブレッドだったかな。消費期限は5月29日、あさってですね。ダブルベリーブレッドは 400g、 長辺が約21センチ、短辺が約12センチです。3種のナッツブレッドは 375g、 縦横とも約16センチです。せっかく焼きたてでほかほかのを購入したんですけれども、ベーグルもね買ってきてたので食べたのは期限ギリギリの朝です。もうねさすがにパサッとしています。ちょっとね早く処理すればよかった。ラズベリーもナッツもぎっしり入っていて美味しいです。本当はねもっとしっとりしているので早く食べればよかったですね。2回も言っちゃった。残った分はすぐに冷凍しました。朝食です。きのこサラダとスナックパインとレイニアチェリー、かぼちゃのリコッタメープル和えです。ドリンクは UCC ブレンドアイスコーヒーと北海道サルベツプレミアム牛乳でカフェオレです。カットしめじ198円です。久しぶりに200円以下になりました。長野県産 500g 入り、ジッパー付きなので便利です。このまま冷凍します。きのこサラダを作ります。ネギとしめじとエリンギを炒めてからピエトロドレッシングをたっぷりかけます。熱々のまま細切りの人参と絡めます。冷めたらレタスの上に盛り付けます。5月1回目でご紹介したデリカのバジルチキン、我が家にはしょっぱすぎたのでパプリカを追加して冷凍していました。解凍後さらにしめじとエリンギ、ズッキーニを加えて炒めました。美味しく完食できました。今週のお酒は札幌の新商品三つ星グレフルサワーです。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ないです。ほんのりピンク色が可愛い見た目ですけど、ウォッカ、アルコール 5% のお酒です。
グレープフルーツ果汁は 3%、 香り豊かでジューシーな味わい、柑橘らしく爽やかです。おつまみはシーフードパスタパエリア、レーニアチェリー、アルトバイエルンとピーマンのリコッタチーズ炒め、きのこサラダ、コストコ縛りです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。